どうも、ワンピースを謎解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、前回に引き続き、ゴムゴムの名前はニカニカ説、ゴムゴムの能力は油説、この2つの追加考察です。実は前回、この2つの考察を合わせて行いました。これらの理論をさらに固める要素や、逆に矛盾点、疑問点を一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方や、最新話1037を読んでいない人は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まずは前回のこちらの動画から見てほしいのですが、こちらの動画では世界政府が隠蔽した悪魔の実の名前はルフィのゴムゴムの実だと考えました。その名前とは1018話でフーズフーが語った世界政府が隠蔽していたという太陽の神ニカと同じ名前、ニカニカの実かもしれないと考えました。ニカニカとは日本語で太陽が照っている様子であり、そして笑っている様子を表す擬音です。そしてさらに、ゴムゴムの実は名前だけでなく、その能力もゴムとは少し違うものだとも考えました。それは油の能力。燃えるような髪型の太陽の神ニカと、燃えるような髪型のルフィの姿は重なり、ここから太古の昔、太陽のように明るく笑い、太陽のように油で燃えている男を見て、その悪魔の実はニカニカと呼ばれていたとも考えました。これらの考察が正しいかどうかはわかりませんが、前回の動画に寄せられたたくさんのコメントをもとに、様々な点と点を紡いで追加考察していきます。まず数多くの方からいただいたのは、ルフィの笑い方です。ワンピースにおいてキャラクターの笑い方は重要です。笑い方はそのキャラクターの性質を表している場合が多いからです。例えばカイドウの笑い方ウルルルルルルはカイドウの悪魔の実がウオウオの実だと判明する前からこの笑い方でした。またツイッター経由でサルさんからいただきましたが、子供の頃のエースの笑い方はヒヒヒヒです。メラメラの実のエースを表しています。となるとルフィの笑い方はシシですからシシシシシでしょうか。油という漢字は死と読むからです。ルフィがゴムではなく油なら、長年答えが出なかったルフィの笑い方の謎も解決します。続いて数多くの方からいただいたコメントは、合成ゴムは石油から作られるのでゴムのルフィが油でも不自然じゃないのかもといただきました。ルフィはおそらく自然由来のロギア系のゴムではなくパラミシア系のゴムの悪魔の実ですから、石油から作られる合成ゴムでも確かに不自然ではないのかもしれません。つまり本来の能力が油の性質であってもほぼゴムと同じであるという言い訳が成立します。そしてコメント欄で盛り上がっていたのは、油の能力者がもしも存在するならそれはロギア系かパラミシア系かという問題です。しかし実はこの問題は今のところおそらく公式でルールが定まっていないようです。例えばもちもちの実のカタクリはジャンプ掲載時ではロギア系だと設定されていましたが、後にコミックスでは特殊なパラミシア系だと修正されています。特殊なという特例が登場しているので、ロギア系かパラミシア系か、おそらくそれを考えても不毛な議論になるでしょう。悪魔の実の系統は小田先生の感覚で決定されていそうです。こんなことを言うと熱心に悪魔の実の能力の性質を考察する方々に怒られそうですが、例えばルフィはゴムだからこうだ、杯がマグマなんだからこうだなどと厳密に議論を交わしても答えは出なそうです。悪魔の実の能力はこれまでの描写を見るにゴムっぽい能力やマグマっぽい能力といった小田先生の感覚で設定づけられていそうだからです。つまりここでは油っぽい能力というだけで考えていきます。もちろん最低限は納得できるものではないといけませんが、次にコメント欄で数多くいただいた秀逸な気づきは、ルフィイコールメシア救世主説です。メシアとはメシアともいい、旧約聖書では超人的な力でイスラエルを治めた王のことであり、新約聖書ではキリストのことを表し、それは救世主のことですが、メシアのヘブライ語の意味を皆さんはご存知でしょうか？メシアの意味、それは油を注がれたもの。救世主イコール油の男です。それはメシア。そしてルフィはアラバスタでメシアーと叫ぶ。ルフィイコール太陽の神ニカ救世主。ルフィはアラバスタを救ったまさにメシア救世主であり、アラバスタの兵士を徐々に笑わせていました。人を笑わせ苦悩から解放する伝説の戦士、油を注がれたもの救世主太陽の神ニカイコールルフィなのでしょうか？ルフィがゴムではなく油なら救世主メシアにもつながるということです。そしてメシアの語呂合わせはメシア。641話がメシア。タイトルはお前はなんだ。ここでは箱舟ノアが約束を待っているという古代兵器ポセイドンこと白星を正しい道へ導くという数百年前の遥か昔にいた偉大なる人物の話が登場しています。
もちろんこれはおそらくジョイボーイでしょう。何度も考えてきたようにジョイボーイイコールルフィだと考えています。さらに641話では全部守ると公言したルフィが救世主としての資質を 4D に問われています。そして魚人たちの願いは太陽のもとへ油を注がれた者救世主太陽の神ニカイコールルフィが成立するかもしれません。魚人たちを太陽のもとへいつの日か導けるのでしょうか。そんな太陽の神ニカの語呂合わせはニカ29だとも考えましたが、コメント欄ではデジタル表記の56をひっくり返すと29になるといただきました。これも考えましょう。この56をひっくり返すと29になる伏線は603話にありそうです。603話のタイトルは心に留めておけ。603話の話数の語呂合わせはロックオンミー。ロックオンミー。私を捉えて。603話には29を表すニキニキの実のバーソロミュークマが登場しています。過去にはこちらの動画でバーソロミュークマは亡くなり、その悪魔の実ニキニキの実をフランキーが受け継ぐと考えました。ニキニキの語呂合わせは孫ごとなき29であり、フランキーがニキニキを受け継げば悪魔の実の語呂合わせの法則が成立すると考えましたが、603は心に留めておけではロジャーも登場しています。ロジャーは603話で俺と一緒に世界をひっくり返さねえかと言っています。このロジャーはまさにルフィにそっくりですから、ルフィをひっくり返す。つまりルフィのゴムゴムの実56をひっくり返せという意味でしょうか。世界とはワンピースの世界。ワンピースの世界といえば横にグランドラインが巡り、縦にレッドラインが巡っています。そこで56の5をまずは横にひっくり返しましょう。すると5は2になりました。そして6は縦にひっくり返しましょう。すると6は9になり、56という世界をひっくり返すと29。これが56をひっくり返すと29になる伏線でしょうか。さらに太陽の神ニカのシルエットも考えましょう。小田先生は様々なデザインにおいて意味や遊び心を持たせていると考えます。例えば分かりやすいのは39巻のフランキーとルフィとゾロの3人でウォーターセブンなどです。それでは太陽の神ニカのデザインには一体何が隠されているのでしょうか。太陽の神ニカのデザインには56と29が隠されているかもしれません。5は剣と両腕、6は剣と両腕と胴。これで56。次に29は2は両足、9は左腕と槍。これで56と29を表すニカのデザインが完成しました。どうでしょうか。さらに和の国もひっくり返しましょう。和の国を逆から読むとそれは肉の和、29の和。ルフィの能力の表が56の実ならルフィの能力の裏は29の実。29、肉とはもちろん油であり、それは燃えます。しかし肉肉という名前を世界政府が隠蔽する意味がありませんから、肉肉ではなくニカニカだろうと考えました。そしてコメント欄では油、潤滑油の種類にはニカワという潤滑油があると教えてもらいました。ニカワという潤滑油が存在するならニカニカの実という名前でも不自然ではないでしょう。そしてニカワの語呂合わせはニカワ。290話シャンドラの灯火。290話には太陽の神ニカのように槍を手に走るカルガラ。そしてカルガラと同じ月の民である空島の人々はゴムを知らなかった。僕はこちらの動画で太陽の神ニカはかつてジャヤにいたと考えました。これが正しいなら、例えば太古のシャンディアにゴムのように伸びる油の男ニカがいたとしたら、ゴムの神とは名付けずに太陽の神と名付けたことになるので矛盾が発生しません。続いてはルフィと油についても考えましょう。油とはイコール肉のことです。肉とは筋肉と脂肪のことであり、筋肉は電気を流しやすく、脂肪はゴムと同じく電気をほぼ通しませんが、コメント欄では油ならシンプルに樹脂、つまり植物の樹液ではないかという声も多かったのですが、もちろん樹脂も考えましたが、ルフィは肉が好きなのです。それがわかるエピソードはインペルダウンです。ここでルフィはマゼランの毒によって死の淵にいますが、奇跡的にイワン国に助けられていました。この時ルフィは大量の肉を食べて超回復しています。肉、油を食べると超回復できるのがルフィの特性です。この長年謎だったルフィの特性も、ルフィがゴム人間ではなく油人間なら解決されるわけです。1話でゴムゴムの実を食べたルフィを発見したのは赤髪海賊団ラッキールーでしたが、このラッキールーはかなり太った男でした。ラッキールーこそが物語で初めてゴムゴムの実と発言したのは意味深です。
ラッキールーは1話の見開き扉で大きく描かれ、肉を食べていました。肉を食べるラッキールーはもしかするとルフィ油説のヒントキャラかもしれません。そしてさらにルフィが最初に対戦したアルビダも怪しいです。アルビダはルフィに負けた後、スベスベの実を食べてルフィに恋に落ちて、さらに脂肪分も落ちてスベスベになっていましたが、これも油への伏線でしょうか。次にコメント欄では油、オイルをひっくり返すと710になるので、710話にも何かがありそうだといただきましたが、710話の扉絵は炎の竜とルフィたちが描かれています。炎の竜とは燃える油の流動体、竜という意味でしょうか。流動体とは流れるもの全般を指す分類です。つまり炎の竜、ルフィとは赤い竜、カイドウが青い竜ならルフィは赤い竜、青い竜 VS 赤い竜。ルフィは島から島へ渡り歩く流れ物。竜とは英語でフローですから、もしも天竜人がフローの存在なら、老いないフローの竜の天竜人 VS 老いるフローの竜のルフィ。前回のダジャレがフローとフローで進化しました。ルフィは空腹になると油が切れて老いる。そしてさらに710話の扉絵をよく見ると、ルフィだけ後ろにもう一人の影のルフィがいます。さらにワンピースのロゴには陰陽道の陰と陽のマークもあり、これは陰56ゴムのルフィと陽29ニカのルフィでしょうか。悪魔の実の法則的にはルフィは56と29陰と陽の数字を持つと考えます。またコメント欄には29話には油の坂道が登場しているといただきました。油のエピソードが29話に登場しているのは意味深です。仮にルフィの能力がゴムじゃなく油なら、小田先生はある意味20年以上読者を騙していたことになりますが、29話ではウソップの嘘に騙されたジャンゴがよくもこの俺を騙したなと言っています。ジャンゴは読者の気持ちを代弁してるのでしょうか。ワンピースとは嘘つきたちの物語なのかもしれません。そんな巧みな小田先生の手法を読み解くには、やはりひっくり返して考えるのがベストでしょう。逆に考えるんだ。仮にゴムゴムの実がこのまま覚醒するとどうなるというのでしょうか。それはこちらの動画で考えたように床や天井がゴムになるでしょう。この動画ではゴムゴムが覚醒すれば床や壁をゴム化してベラミーの技の強化版無限コンボを叩き込めると考えましたが、甘かったです。これこそが小田先生の巧みなテクニック。ドレスローザでベラミーを登場させてその可能性を描き、さらにホールケーキではゴムゴムの実にそっくりなもちもちの実の覚醒を描いています。片栗の能力は覚醒しており、床や天井を餅にしていました。つまり通常一般的に考えうるゴムゴムの実の覚醒はすでに小田先生は提示し終えている。ゴムゴムの実が今更覚醒してももちもちの実の2番煎じ、ゆえにゴムゴムの実はゴムじゃないと考えられます。ゴムゴムの実に似た片栗を倒したルフィはニカッと笑っていました。以上のような理由でルフィの能力はゴムではなく油だと考えたのですが、もしも本当にルフィが油の能力なら、油と同じような能力を持つビッグマムの娘バタバタの実のシャーロット・ガレットも考えましょう。ガレットは846話でバター油の能力でナミを拘束していましたが、ここでガレットは油断したわ、まさかあんな小娘があんなバカでかい雷を落とすとはと言っています。つまりバターとは油ですから、油断とは漢字で油が断たれたと書きますから、バター油であるガレットが油断して雷を落とされたと読み解けます。この雷からの油断したというやりとりは実は1037話でも登場しています。1037話でカイドウはラグナラクという雷技をルフィに落としていましたが、その後のルフィのセリフは聞いたあの野郎油断したの俺じゃねえかと言っています。これはもしかすると油が断たれる油断の伏線が存在するかもしれません。678話でゾロはルフィに新世界では油断するなと言っていました。さらにこの油断の伏線は1話のゴムゴムの実と重なります。1話でルフィをヒグマにさらわれたシャンクスは油断してたと発言しており、同じコマでラッキールーはなぜか肉を食べています。つまりルフィが危機になるイコール油が断たれるイコール油断、それはオイルということでしょうか。続いてはコメント欄でいただいた疑問点も考えましょう。前回とここまで考えてきた理論にはいくつか矛盾があります。まず考えたいのは385話の得た能力で身の名前を知ることができるそうじゃがと言っています。確かに悪魔の実を知らないワノ国の金右衛門や忍は自分の悪魔の実の名前を的確に捉えていました。
いくら世界政府が悪魔の実の名前を隠蔽しようとも、能力者本人は本当の悪魔の実の名前を分かっているはずです。しかしルフィは自分の能力をゴムの能力、ゴムゴムの実だと認識しています。これはどういうことでしょうか。あえてこれまでの理論を成立させるなら、それは1話で悪魔の実を食べた当時少年だったルフィは、シャンクスとラッキールーにそれはゴムゴムの実だと洗脳されたのでしょうか。これはやや苦しい言い訳になりそうですが、実はこのことを別の視点で考えると、ゴムゴムの実をフーズフーから奪ったシャンクスがもしもゴムゴムの実がゴムゴムの実ではなく、世界政府が重要視する悪魔の実、例えばニカニカの実だと知っていたなら話が変わってきます。悪魔の実を食べてしまった少年ルフィがそれを認識する前に、シャンクスはルフィの命を守るために、その悪魔の実はゴムの能力、ゴムゴムの実だとすぐさま洗脳した、なんていう激アツなエピソードも可能です。次にコメント欄で一番多くいただいた疑問は、もしもルフィの能力が油の能力なら海に浮かないのはおかしいという意見です。しかしこれについては、ルフィは油そのものではなく質量がある油人間だと考えますので、そこは普通の人間と同じです。ちなみに油粘土も水に沈みます。しかし実はルフィは泳げませんが、体をバタつかせている1話と403話では水に浮いているようにも見えます。ルフィの体は明らかに水面から 20% 程度上に出ています。ちなみに能力者なのに水に浮いていたミスター3はコミックス25巻 SBS でものすごく浮力がある木片、クーイゴスの木片で浮いていたと言い訳していました。次にいただいた疑問点はクロコダイル戦です。ルフィがもしも油の能力なら、スナスナの実の能力で水分を吸われたのはおかしいという意見ですが、これについてはルフィは悪魔の実を食べた人間ですから、人間である以上人間と同じ水分はあるでしょう。そうでなければ、例えばロギア系の能力者たちは物を掴むことすらできません。しかしクロコダイル戦でおかしいのは、それよりももしもルフィの能力が油なら、水や血を利用しなくても油なら液体化して砂を固めることができるという点です。これについて現在出ている情報では言い訳ができません。それでもあえて考えるなら、油とは液体のものを油、固体のものを油と使い分けて表記します。つまりルフィの能力がもしも油なら、液体の油ではなく固体の油ということになります。油はイコール肉ですから、これもヒントキャララッキールーのイメージと合致しています。また油だからといってなんで手足が伸びるんだ、なんで斬撃が弱点なんだ、なんで弾力があるんだという意見もありました。実はこれも一応の言い訳は可能です。中川鶴太郎さんの書籍流れる個体では、弾力があり伸びる油、ハサミで切れる油、固体化したアマニ油が紹介されています。というわけで苦しい理論武装が続きますが、ルフィ油説を僕が推したい理由は他にあります。正直言って少年漫画なので、科学的な話は作者の設定一つで、先ほどのクーイゴスの木片のように何とでも後から設定可能です。それよりも考えるべきは黒ひげのセリフです。441話でエースと決闘した黒ひげは、ぜあー、太陽か闇か、勝者は一人だと言っていました。エースを太陽だと表現したなら、そのエースの意志を受け継ぐルフィも太陽だと考えます。となると、ゴムイコール太陽よりも燃える油イコール太陽の方がイメージ的には合致します。そしてさらに今後の展開からも考えてみましょう。海を冒険する海賊漫画ワンピースにおいて、悪魔の実最強レベルはおそらく未登場の水でしょう。その最強の敵とルフィはどのように戦えばいいのか、これを考えれば答えが出るかもしれません。まだ未登場の悪魔の実最強レベルの水とルフィがもしも戦うなら、やはり水と油。水と油なら雷とゴムのように、ルフィはその最強の敵の天敵になれるはずです。もちろんそれこそが神の天敵ルフィ。こちらの動画ではイム様の能力は水だと考えました。そして最後に念のためニカを直接ひっくり返したカニも考えましょう。実は今回何度かヒントキャラクターとして考えたラッキールーの星座はカニ座であり、さらに太陽の神ニカについて語ったフーズフーの好物はカニのパエリア。これらのことからカニとニカに何かがありそうです。ワンピースでカニといえばやはりニカーッと笑っていた巨大なカニ、引っ越しクラブでしょう。クラブとはカニという意味ですから、引っ越しクラブとはつまり引っ越しカニ、ニカに引っ越し、ゴムゴムのルフィはニカニカに引っ越す。この引っ越しクラブをよく見てください。引っ越しクラブは水上を走っています。それは油のように水面に浮くイメージでしょうか。そして引っ越しクラブは現在うっかり湯で働いています。
うっかりとは油断です。そしてルフィはワノ国に到着した時、カニに切られていました。その他にもカニはたくさん出てきますが、そろそろ終わりにしましょう。ここまで考えてきた理論が正しいなら、それは前回の動画と今回の動画でわかるように、1話はかなり重要度が高いと考えられます。もしもルフィイコール油でイコール太陽の神ニカなら、重要な1話の話数の語呂合わせはヒート、炎、怒りを表すヒートでしょうか。ルフィは1話で怒って登場していました。そんなルフィが油ならば、エースの炎やロジャーの豪華、ロビンの革命の灯火に油を注ぐ、豪華に変える。それはヒートつなぎ、一つなぎ。そしてロビン曰く、ルフィはいつだって勝利の切り札。ギリシャ語で勝利とはニカ。さらに前回の動画では、ルフィがもしも油の能力を覚醒させると、カイドウを油そのものに変化させると考えましたが、カイドウはウオウオの実の魚ですから、それは油が乗った魚になると。そしてルフィの伝説は、ワノ国の宴で酒の魚になる。以上です。このように、ルフィ油説は矛盾点や疑問点も多い完璧な理論ではありません。しかし、ただ一つ、間違いないのは、ルフィはよく油を売っています。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。